こんにちは、ジェーンです。今回は超初心者向けノマドスカルプトチュートリアルということで、完全初心者の方向けにノマドスカルプトの使い方を解説していきます。今すごく注目されているアプリなんですが、機能がとっても多いので、最初から全部使いこなそうと思っちゃうと、作品を作る前に燃え尽きてしまいやすいかなと思います。なので、簡単なものを一緒に作りながら覚えていきましょう。ノマドスカルプトというのは iPad 一つですごく高いレベルの 3D が作れるアプリです。パソコンで作る 3D デザインよりも直接粘土みたいに触って作れるので、 3D をやったことないよっていう方にもぜひぜひ試してほしいアプリです。2200円の買い切りアプリっていうところもポイントです。このチャンネルでは今後もいろんなデザインのチュートリアル動画だったりAR の応用も解説していこうかなと思っているので、 3D デザインレビューにぴったりな動画になっています。というわけで今日の流れはこんな感じです。6ステップに分けて基本操作からこのワインの作品作り、画像書き出しまでを解説していきます。では早速作ってみましょう。まずノマドスカルプトのアプリをダウンロードしてアプリを開くとこういう画面になります。そしてまず最初にですね、各機能が日本語になっていない場合なんですが、左上のノマドスカルプトマークをタップしてください。そうすると言語っていう場所があるので、ここから日本語に設定できます。そして今回は左上のバーの中にある太陽のマークを押してください。そしてシェーディングのライトありの設定でスタートするので、ここにちゃんとチェックがついているかを確認してください。これで準備は OK です。はい、それではワイングラスのグラスの部分を作っていこうと思います。グラスは球体からだと作りにくいので一旦消しちゃいます。ここに表示されるものは四角が3つ並んだマークをタップして、スフィアというものがこちらの球体のことなので、こちらを選択して上のゴミ箱のマークがついた削除ボタンを押すだけで消すことができます。画面内に何もなくなった状態でスパナマークの中の壺の形をしたレイズをタップしてください。そして左のバーを見ていただくと、今表示っていうボタンがオレンジ色になっているかと思います。その下の曲線というマークをタップしてください。そうすると真ん中にオレンジの線が出てくれば OK です。ここで 3D デザインをする前に注意なんですが、左上のサイコロみたいなものがあります。これは今どこからの視点になっているかっていうのがわかるものです。ここがこういう風に歪んだ状態だと、正面から見た時に作品が思っていた形になっていなかったということが起きやすいので、しっかりフロントっていう部分が正面に向いているかを確認しましょう。正面にする方法はフロントという青い部分をタップすれば OK です。もし全然違うところ向いている場合は、人差し指で画面を触るとこういう風に視点を操作できます。なのでフロントの部分を前に出してタップすると綺麗に正面の位置に向けられます。フロントになっている状態を確認して、こちらの左のバーが曲線になっていることが確認できたら、ワイングラスを輪切りにした状態をイメージして実際に描いてみましょう。こんな感じであっという間にできちゃいました。今こういう風に編集というバーが出ているので、これは編集画面になるんですが、編集画面の状態で視点を変えたいときは2本の指を画面に置いて人差し指を残したまま動かすと、いろんな視点から見ることができます。しっかりくぼみも開いた綺麗なワイングラスになっているのがわかるかなと思います。はい、もう一度フロントという視点に戻したいので、フロントをタップしてください。今こういう風に小さい丸がいっぱいあると思うんですけど、この一つ一つの点を動かすと好きな形のワイングラスにすることができます。ただこういう風に小さい点が密集しているとすごく細かい操作になっちゃってやりづらい場合があると思います。そういう場合は一つの点を触って近くの赤い点に近づけると合体します。なので密集しすぎている場合は点を一つに集約しちゃった方が
やりやすい場合もあるので、この方法を活用してみてください。こんな感じで減らしていきましょうか。この辺はお好みで好きな形にしてください。はい、好みの形になったら、こちらの検証マークを押してください。はい、これでなんとワイングラスは完成です。これでこの作品の 50% は終わりました。ここまでできたら2本の指でアップしていただくとわかると思うんですが、少しザラザラしているのがわかりますかね。ワイングラスってガラスでできているので、もうちょっとツヤっとしたいですよね。左下の方にあるワイヤーっていう部分を押してみてください。で、今四角がちょっと大きくなっているので、こういうデコボコの原因になっています。これを細かくしたい場合は、左下のボクセルっていう部分を長押ししてください。この102っていうのがこの四角のサイズになっています。こちらを押しながら右に動かすと、だんだん細かくなっているのがわかるかと思います。だいたい今回は200にしましょう。ざっくりで大丈夫です。200にして、こちらのリメッシュっていうボタンを押してください。そうすると細かい四角になったのがわかりますかね。そしてもう一度ワイヤーっていうボタンを押してワイヤーの表示を消します。そしてスパナマークの中にあるスムーズというボタンを押します。こちらが表面を滑らかにする機能になっています。ボクセルとうまく使うことで綺麗に表面を滑らかにできるので、今の流れをしっかり覚えておきましょう。で、左のバーの中にある対称というボタンを押すと、左右対称に滑らかにすることができるので、時短のテクニックの一つです。こちらが押されているのを確認したら、ブラシは大きめにしましょうか。左の上の黄色いバーがブラシの大きさで、下が強弱のバーになっています。だいたいざっくり塗れればいいので、ちょっと大きめにしましょうか。で、バーっと塗っちゃってください。はい、中の方もしっかり塗っていきましょう。こちらのフロントという部分を2回押すとすぐ後ろの視点に変えられるので、ここもうまく使ってみると効率的に作れます。はい、ざっくりこんな感じですかね。では続いてワインの中身を作っていきましょうか。先ほどと同じようにスパナマークのレイズという壺のマークを押してください。そして左のバーが曲線になっていることを確認しましょう。この時にちゃんとワイングラスがオレンジの線がまっすぐになっているかをしっかり確認してください。もしこういう風に歪んでいる場合は2本の指で真ん中に動かしてあげましょう。そして今こういう風にバックになってしまっているので、一度押してフロントに戻します。ではワインの中身を作ってみましょう。ワイングラスを作る時と同じように輪切りにした状態をイメージして作ります。はい、こんな感じですね。はい、こんな風にワインの中身が作れたら、上からの視点をまず見てみようと思います。2本の指を置いて、人差し指だけ残して下にスライドさせます。するとこんな風にちょっと手前にずれているのがわかりますよね。でも大丈夫です。ここを選択されている状態で、こちらの左のバーにあるギズモというマークを押します。そうすると、このワインの中身を自由に場所移動することができます。こちらのトップの視点に変えて、青い矢印が前後の動きになっているので、こちらを動かします。こちらの赤い矢印が左右に動かしたいときに使う矢印になっています。黄緑の矢印は上の高さを変えずに横にだけ広げたいときに使います。こんな感じです。一つ手前の状態に戻りたいときは2本の指で画面をタップすると元に戻すこともできますし、左下の戻るという矢印のボタンがあるので、そこを押していただいても簡単にピッと戻すことができます。なのでもう自由に触っちゃって大丈夫です。そして全体のサイズを変えたいときが、一番大きな丸の茶色い枠を触ってこういう風に動かします。
こんな感じでお好みな形になるように調整していきましょう。だいたいワイングラスからはみ出さなければ OK です。後からちょっと調整しやすいように少し小さめで作りましょうか。こんな感じかな。ざっくりで大丈夫です。これでなんとワインの中身もだいたい終わりました。そうするとワインを傾けてこぼしたような作品にしたいので、ちょっと傾けたいなと思います。その物体を動かしたい場合はギズモの青い四角か黄緑の四角いマークを押せば自由に動かすことができます。今だと1つしか動かせないので2つ一緒に動かしてみましょう。一旦こちらのワインの中身ができたので検証を押してください。四角が3つ並んだマークを押してもらって、すると今ワインの中身が選択されている状態なので、こちらの上の部分も選択していくと両方が選択された状態になっています。どっちがワインの中身がわからなくなっちゃったっていう場合は、どちらかを選択するとその部分が紫色に光るので、よくわからなくなっちゃったっていう場合はこちらの子音の部分から選択して確認するととてもわかりやすいかなと思います。今こういう風に2つチェックがついている状態なので、一緒に動かせる状態になっています。しっかりフロントの視点に一度戻して傾けてみましょうか。お好きな形になるように自由に動かして大丈夫です。できました。こうワイングラスを傾けている状態なので、中のワインもちょっと傾けたいですよね。なので少しここを変えていこうと思います。ワインを作り込みたいときはこのワインの部分を選択して紫色に光ったことを確認した後に、こちらのスパナマークの中にあるドラッグを選択してください。こういうふうに赤い枠が出ると思うんですが、これが今のブラシのサイズになっています。ワインに対してすごく大きいかなっていう感じがするので、少し小さくしましょう。上からちょっと動かしたいので、2本指を置いて人差し指を残して下にスライドさせます。そして一番流れている部分を前に出すように動かしていきます。で、この時にちょっとワイングラスからはみ出てしまう場合があると思うんですが、後から押さえることができるので全く気にせず大丈夫です。こんな感じでスッと流れている形を作っていきたいと思います。ここが出ているので、こっちをちょっと押さえましょうか。こういう感じで。ちょっと動きが出てきたかなと思います。で、こういうふうにはみ出しているところは下からの視点にして上に持ってグラスの中に収まるように動かしてみましょう。はい、これだけでもすごく液体の動きが出てきたんじゃないでしょうか。そしてワイングラスを作った時と同じようにワイヤーで見てみるとすごく大きな四角になっているので、ザラザラしているのがわかるかなと思います。なので先ほどと同じように中のワインを選択した状態で左下のバーの中にあるボクセルを長押しします。そしてだいたい350ぐらいにしますか。350くらいのサイズにしてリメッシュを押します。そうすると四角が細かくなったのがわかるかなと思います。滑らかにするときにこのボクセルの中の解像度を大きければ大きいほどいいんじゃないかって思っちゃうかもしれないんですけど、その分処理が重たくなってしまうので、ちょっとずつ上げていってバランスを見ながら変えていくのがおすすめです。今四角が小さくなった状態なので、スパナマークの中のスムーズを選択してください。そしてこちらのザラザラとなった部分を大まかで大丈夫です。結構液体っぽくツヤが出たんじゃないでしょうか。これでワインとワイングラスは完成です。もうこれで 90% 終わりました。ではワイングラスを傾けた時に跳ねたワインの雫を作ってみましょうか。新しく物体を追加したい時はこちらの四角が3つ並んだところを押して一番左にある追加ボタンプラスを押します。そうするといろんな形を選べるので、今回は雫はまん丸にしたいので球を選びます。今すごく大きい球体がポンと出てきちゃったので、左のバーにあるギズモを選択してサイズを調整しようと思います。全体のサイズを変えたい場合は
一番大きい枠の茶色い枠を触って中心にシューッとするとちっちゃくできます。そして上下左右と変えてみてください。で、雫を作る時なんですけど、ここのこぼれそうになっているところの延長線にアーチを描くような感じで雫を置いてあげると雫っぽくなるので、そこをちょっとポイントで作ってみましょうか。小さくして四角いボタンでこういう風に自由に動かせます。で、しっかり上下からの場所を見ないとこういう風に前後ですごくずれている場合があるので、視点を動かしながら作ってみてください。はい、ここでもう一つ雫を追加していきたいんですが、同じ球体を使いたいので、そのままこちらを選択した状態で左のバーの中にあるクローンをタップします。すると複製できている状態になっているので、四角のボタンを押して動かすとこのように出てきます。もう片方はちっちゃめにしていきましょうか。はい、球体の形は後からでも移動させることは全然できるので、一旦形が定まったら検証を押して完成です。今こういうギズモのマークがついているので全体像がちょっと分かりづらいなっていう場合は、こちらのスパナマークの中の粘土やブラシを触るとこのギズモマークが消えて全体が見えやすくなるのでチェックしてみてください。はい、続いては色を塗っていきましょう。まずワイングラスから塗っていこうかなと思うので、こちらのワイングラスをタップしてください。もし紫色にならなければもう選択されている状態だと思うので、そのまま進めて大丈夫です。基本的に動かしたかったり塗りたいものがある場合はそこを選択すると紫色になるので、それが選択できているという状態です。2回目以降は押しても光らないので、そこはちょっと注意してください。マテリアルを透明にしたい場合は左上の丸の形があると思うので、そこをタップしていただくとマテリアルという部分が表示されます。その中のブレンドという部分をタップしてみてください。するとここの不透明度というバーが出てきます。左にスライドしていくと少しずつ透明になっていくのがわかるかなと思います。こちらを調整して好みの透明度になるように調整してください。そしてこの状態になった時にこう中のワインがガラスにめり込んでいるのがわかるかなと思います。その場合はスパナマークの中のドラッグを選択して中のワインを触りたいので、一度ここをタップして中にクッと押し込みます。はい、ここまでできましたら中のワインの色も塗っていきましょう。塗りたい部分を選択した状態で、色の変更は左のバーの中の下から2番目の部分を押してください。するとお好きなカラーを塗ることができます。今回は赤ワインにしたいのでこの辺の色を塗っていきます。このくらいの色にしたいなという思ったところで手を離して全てをペイントという部分をタップするとワンタップで色が塗ることができます。で、こちらは粗さも変えることができて、こういう風に右にぐーっと持っていくとマットになります。そしてメタリックっていう部分があるんですが、粗さを0にしてメタリックをぐーっと右に持っていくとこういう風に金属っぽい見た目になります。そしてメタリックが低ければ低いほど柔らかい質感になるので、お好みの質感にしてください。ワインなのでお水みたいにツヤっとしたいので、今回は粗さとメタリックは0にしてます。そして水しぶきも同じ色にしたいので、こちらをタップします。そして一緒に一括に塗れるように下の球体もチェックします。これがどの部分が球体かわからなくなっちゃったっていう場合はタップすればその部分が紫色になるので、ここで確認できます。この2つにチェックを入れて、左のバーのカラーの部分から全てをペイントをタップします。はい、これだけで色が塗れました。こういう風にワインのカラーを塗るともう少しのめり込んでいるのが分かりやすくなるので、もうちょっと押さえましょうか。スパナマークのブラックを使っていきます。外側から中心に軽く押し込むイメージです。はい、こんな感じでできました。これで作品作りは終了になります。すごく簡単にできましたよね。では、写真撮影の方法も教えていこうかなと思います。ちょっと今だと
全体が暗いのでライトを当ててみようかなと思います。ライトを当てたい場合はこちらの太陽マークをタップしてください。そしてシェーディングの下の方にあるライトを追加をタップしましょう。するとライトが出てくるので好きな部分に移動してください。そしてこの黄緑の丸い部分があると思うんですが、これを動かすことによってどの向きにライトを当てるかを操作することができます。お好きなところに当ててみてください。ちなみに3本線を使って画面を触るとライトが回転できるので、簡単に調整することも可能です。お好きな位置にライトが設定できたら、この今の視点で撮影することができるので、好みの位置になるように指で動かしてみてください。私はこのぐらいの位置で撮ってみようかなと思います。こちらの左上のバーにあるフォルダマークをタップしてください。そうすると一番下の方にレンダリングという部分が出てきます。そこで最終サイズという部分で写真のサイズを変えることができます。スクリーンというのがこの iPad のサイズそのまま出す方法と、あとは Instagram だったりするとこういう四角のサイズにすることもできます。今回はスクリーンのサイズでやってみましょうか。ちなみにこちらの透明な背景っていう部分にチェックを入れると、背景が透過された状態でワインだけの写真を撮影することができます。今回は背景も込みで撮影してみましょう。そして PNG を書き出すをタップしていただくと、こちらの右上の方にある出力ボタンをタップして画像を保存をすると写真アプリに追加できます。保存できたら右上の完了を押して完了です。そしてプロジェクトの保存自体もこのフォルダマークの中でできます。プロジェクト保存という部分を押すと名前を設定できるので、ワインで今回は保存しましょうか。これで今回のチュートリアルは以上です。お疲れ様でした。今回の動画が良かったなと思う方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。もし分かりにくい部分だったりできなかったところがあれば、ぜひぜひ気軽にコメントをしてください。お願いします。ありがとうございました。